御殿場発祥の地？今回の深掘り旅は、御殿場の地名の謎に迫ります。アウトレットが有名な静岡県御殿場市。御殿場の由来を深掘り解説。このチャンネルでは、深掘り解説をしながら、旅をしています。今回は僕スクッチが解説を担当します。僕やっちは聞き役。それでは、深掘り旅スタートです。旅ロボの、深掘り旅。御殿場の地名の謎を知るために、江戸城から話を始めます。やってきたのは、JR 飯田橋駅。飯田橋駅と御殿場に何か関係があるの？直接は関係ありませんが、飯田橋は重要な場所の一つです。現在、皇居となっている江戸城。その範囲はとても広くて、ここ、飯田橋にその名残があります。首都高が江戸城のお堀の上に作られたというのは有名な話ですが、江戸城の外堀が飯田橋にあります。江戸城は二重構造になってて、その二つは内角と外角と呼ばれます。内堀と外堀といった方がわかりやすいかもしれません。江戸城の外角の総延長は、約 14km もあるみたいです。それはどれくらいすごいの？大阪城が約 8km みたいなので、大阪城の 1.75 倍です。比較されてもピンとこないけど、かなり大きいってことだよね？そうです。江戸城は日本一の面積を持つお城です。ちなみに、江戸城を作ったのは徳川家康ではありません。違うの？実は、違うんです。その辺の話は、ある場所に行ってから説明しようと思います。現在地、飯田橋駅の近くに、牛込門跡、というのが書いてあります。牛込門が作られたのは、寛永13年、1636年、阿波徳島藩の藩主である、八須賀忠輝が作ったそうです。阿波徳島藩は、現在の徳島県、牛込方面への出口だったので、牛込門という名前になったそうです。外堀は、牛込から四谷にかけて広い谷があった場所を利用して作られています。何もないところにお堀を作ったんじゃなくて、地形を利用したりもしてたんだね。今も昔も、いかに労力を減らすかというのが、重要ということでしょうね。JR 飯田橋駅前には、江戸城外堀跡散策案内図があるので、お城好きや、江戸時代を感じたい人は、見てみるといいと思います。江戸城は日本一の広さだから、散策するのも大変そうだね。好きな人なら、苦にならないのかもしれないけど。そんな江戸城外堀跡散策案内図の向かい側にある謎の物体。これが牛込門跡です。門ということからわかるように、その向かい側にも、門の跡があります。思ってたより大きい。門は江戸城を守る機能もあったと思うので、大きくて立派な門だったはずですよね。駅側の牛込門跡のところには、解説もあります。解説の隣にある大きな石は、牛込門の基礎として地中で使われた石垣石だそうです。そこには、阿波の神内と刻まれてるそうです。これが、八須賀家、阿波の神が牛込門の石垣工事を担当した証拠だそうです。読めないね。知ってれば、それっぽくも見えるような気もします。反対側の牛込門跡に来ました。かなり大きな石垣です。解説には、この石垣が江戸城外郭門の一つである、牛込見附の一部と書いてあります。見附は、やっちが解説してる東海道53次宿場巡りにも出てきましたね。宿場の出入り口にある見附も、こんな感じだったのかな？ここまで大きい見附はなかったかもしれませんが、こういうイメージでいいのかもしれませんね。これから巡ってく東海道53次の宿場で、宿場の見附がどんな感じだったかわかるといいね。JR 飯田橋駅の前にある、牛込橋から見える、川みたいなものが江戸城の外堀です。これが外堀なのか。外堀に沿って線路があるので、電車からも見えます。ここから、江戸城の中心に向かって歩いていきます。ところで、今回の動画は、御殿場の地名の謎だったよね。江戸城解説になってるけど、大丈夫？大丈夫です。江戸城と御殿場には、深い関係がありますから。なんか、見たことがあるようなゴールデンスライムが。あれは日本武道館です。そして、右側には靖国神社。両方とも、江戸城の中に位置しています。ここは、内堀の手前、田安門という交差点です。田安門は、寛永13年、1636年に、福井藩初代藩主の松平忠政らによって建てられたと考えられています。現在の門内のあたりは、田安台という百姓用地で、そこに田安大明神があったことが、田安門の名前の由来だそうです。田安門の方に行かず、右側に行くと千鳥ヶ淵の解説がありました。千鳥ヶ淵は、旧江戸城の築城に合わせて作られたそうです。
桜みたいな絵があるから、桜の季節に来るのもいいだろうね。春には、千代田の桜祭りが行われているようです。ライトアップもあるみたいなので、春の東京観光として、良さそうですね。緑の季節の5月もいいね。それぞれの時期に、それぞれの良さがありそうですね。そうだね。内堀を右手に、内堀に沿って進みます。そして、今回の目的地に到着。平川門を左手に見るこの場所に、江戸城築城に関する碑があります。江戸城は扇ヶ谷津上杉氏の、上杉持友の家臣である、太田道灌によって作られました。江戸城が築城されたのは、長禄元年、1457年。徳川家康が江戸城に入城したのが、天正18年、1590年なので、その133年前に作られたことになります。意外な事実。その後、徳川家康によって江戸幕府が開かれ、江戸時代が始まります。江戸時代には五街道が整備され、将軍も街道を通ることになります。その時の休憩場所として作られたのが、御殿です。東海道の品川宿の近くに、御殿山があったよね。あの御殿山も何か関係してたりするの？品川の御殿山にも、御殿があったと言われてます。その御殿山に来てみました。ここも桜の名所なんだね。桜の名所は日本各地にありますよね。御殿山には、かつて御殿山城があったと言われています。その御殿山城を作ったのも、太田道灌だそうです。江戸時代になり、徳川家康が鷹狩りのために品川御殿を築いたことから、御殿山と呼ばれるようになったと言われています。御殿山は、品川台場を作るための土が取られた場所なんだよね。そのこともあって、品川御殿の遺構は残ってないみたいです。この品川御殿を一番使ったのは徳川家光だそうで、18年間に200回近くも使ってるということです。でも、元禄15年、1702年2月11日、四谷大宗寺付近の出火により、麻布御殿と一緒に品川御殿は消失してしまいました。品川御殿は8月14日に廃止され、その後、再建されることはありませんでした。その品川御殿があったのは、現在の品川区北品川4丁目の、東京マリオットホテル付近と推定されています。ちなみに、現在の品川区には御殿山という町はないそうです。品川御殿があった場所に、御殿のようなホテルが建ってるんだね。多分、あれが東京マリオットホテルだと思います。違ったら恥ずかしいです。今も昔も、御殿らしい雰囲気の場所なのは確かだね。この道をまっすぐ行くと、品川宿に着きます。次は、東京都府中市にある JR 府中本町駅。ここにも御殿がありました。東京都府中市には、甲州街道の宿場、府中宿があったんだよね。そういうのも関係してるのかもしれませんね。品川御殿は東海道の品川宿の近くでしたし、将軍の休憩場所だから、五街道沿いに多くあったのかもしれないね。府中御殿は、天正18年、1590年に作られたと言われています。徳川家康だけでなく、秀忠、家光も訪れ、鷹狩りや鮎漁を楽しんだそうです。でも、正保3年、1646年に消失して、再建されませんでした。右側に何かよくわからないものが見えるね。JR 府中本町駅から徒歩1分の場所に、府中御殿跡があります。ということは、あのよくわからないものが御殿跡？そう思うかもしれませんが、実は違います。この場所は、もっと歴史のある場所です。もしかしたら、もともと重要な場所だったところに、重要なものを置いたということなのかもしれません。この場所は、以前にイトーヨーカドー府中店の移転先になる計画があったようで、そのための発掘調査で遺跡が見つかったそうです。発掘調査で見つかったのが、武蔵国市の太刀と、府中御殿です。武蔵の国は、昔の日本にあった地方行政区分である行政国の一つ。行政国は、律行政に基づいて設置されました。飛鳥時代から明治初期までの区分だったそうです。この場所は、国司の太刀と家康御殿史跡広場って言うんだね。名前の順番から、国司の太刀がメインなのがわかります。武蔵の国は、現在の東京都、埼玉県、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市の範囲だったみたいです。かなり広いんだね。それに、明治初期まで続いてたってことは、府中御殿がこの場所に作られたこととも関係してそうな気がする。この場所に、飛鳥時代から奈良時代の初め頃から、平安時代の終わり頃にかけて武蔵の国を治めた、行政機関の長、国司の居宅兼、執務室である、国司の太刀があったということです。同じ場所に府中御殿を作ったのは偶然ではないようで、
武蔵の国の新たな領主となった家康は、その正当性を示すために、古代武蔵の国の国府、国司の太刀があった場所に、御殿を作ったと考えられるそうです。国府というのは、国司が政務を行う施設がある都市のことです。国司の太刀と家康御殿史跡広場には、国司の太刀の復元模型があります。それだけではなく、VR スコープを使って映像を見ることもできます。令和6年、2024年5月時点では、VR スコープは管理事務所で無料で借りることができます。ちょっと面白そうだね。今度、国府関連の場所を巡ってみるのもいいかもしれない。江戸城、品川御殿、府中御殿と見てきたので、御殿場に戻ります。この道は、矢倉沢王冠と呼ばれる道のはずです。向こうが江戸方面で、箱根の北側を通っています。そして、こちらは沼津方面です。矢倉沢王冠は江戸の赤坂見附から三軒茶屋、長津田、厚木、松田、御殿場を通って東海道の沼津宿まで続く街道で、東海道の脇王冠として機能していました。神奈川県にある大山への参詣道だったことから、大山道とも呼ばれたそうです。脇王冠は、五街道以外の主要な街道のことです。その矢倉沢王冠から脇道に入ったところに、御殿跡があります。御殿場には宿場があったの？調べてみましたが、御殿場には宿場はなかったようです。現在の静岡県小山町にあった竹の下宿の次は、沼津宿だったようです。徳川家康は、現在の御殿場の地に御殿を作ろうとしました。でも、御殿が完成する前の元和2年、1616年に、家康は亡くなってしまいました。家康の死の直後、沼津代官の長野旧左衛門清貞が、地元の有力者である芹沢将官に対して、御殿と新町づくりを続けるように命じた書状が残ってるそうです。ただ、作られた御殿を徳川家が使った記録がないので、どのように使われてたかは不明とのことです。寛永10年、1633年に、小田原藩がこの地域を領地に編入してから、御殿場の御殿は修理されて、藩主の稲葉氏が巡検や鷹狩りで使ったそうです。御殿は、現在の東神社から、県立御殿場高等学校付近にあったとされています。その御殿を中心に、御殿新町が作られました。これが御殿場の地名の由来です。品川とか府中にも御殿があったけど、地名に御殿がつかなかったのはなんで？それはよくわからないけど、もともと町があったところに建てた品川御殿、府中御殿と違って、御殿場は町がなかったからと考えてる人もいるみたいです。なるほど。もともと町があったら、どこどこの御殿ってなるけど、新しく町を作ったから、御殿の方が地名になったってことね。それが正しいかはわからないけど、面白い考えだね。そうですね。その御殿も、上京3年、1686年に、小田原藩主が大久保家に変わった時に取り壊されてしまいました。明治22年、1889年、御殿場村は近くの村と合併して、三栗屋町になりました。大正3年、1914年に、御殿場町に改称し、昭和30年、1955年の合併で御殿場市になりました。御殿場発祥の地の日の右奥には、土塁跡が残っています。言われなければ、気づかないような感じになってしまっています。それでも、歴史的価値のあるものなので、これからも保存されるのでしょう。ここが神社じゃなかったら、土塁もなくなってたかもしれないね。その可能性はありそうですね。ちなみに、御殿跡には駐車場がないという情報もありますが、御殿場区公民館、御殿場地区コミュニティセンターの駐車場が、徳川家康公の御殿跡の駐車場にもなってるようです。入り口の向かいには静岡県立御殿場高等学校があるので、車で行く場合は、御殿場高校を目的地にするといいかもしれません。これで今回の深掘り旅は終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。